こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。やっとですね、9回にわたって組み立ててきたサリークロスチェックが完成しましたので、今日はちょっとお披露目というわけじゃないんですけど、どこにどんな部品を使ってどんな風に作ってみたかっていうのをちょっとお伝えできたらと思います。1ヶ月半ぐらいの間にだいたい100名ぐらいの方に今チャンネル登録していただいてるんですけど、本当にありがとうございます。これからも楽しんでいただけるような動画を頑張って作りたいと思います。で、今回のこのサリークロスチェックのコンセプトなんですけど、いろんな組み方ができる自転車なんですけど、私は気軽に街乗りができるタイプの自転車にしたいなと思ってこんな風にしてみました。ドロップハンドルつけてもっとロードっぽくしたりとか、もっとオフロードっぽくもできるんですけど、私今神戸に住んでまして、結構坂が多いので、坂もしっかり登れるけど、そこまでガチじゃない、気軽に乗れる、あまり道も気にせずに乗れる、そして子供を乗せるためのチャイルドシートもあるんですけど、それを取り付けて子供と一緒に走ったりもできるみたいなコンセプトにしてみました。ちょっと昔の MTB っぽい何にでも使えるタイプの自転車みたいな、そんなようなイメージです。で、色は、フレームがちょっとグリーンっぽい色のフレームなので、有機的な感じで、タイヤ、グリップ、サドルはちょっと茶色系を選んでみました。で、メインパーツは主に黒ですね。シルバーで昔っぽく組んでる方も結構最近見ますけど、シルバーのパーツ集めるのが結構大変だったりするので、今回黒っぽい部品で組んでみました。でも全然違和感なく、なかなかかっこよく仕上がったかなと自負しております。じゃあちょっとどんな部品を使ったのか細かく見ていきたいと思います。で、まずフロント周りなんですけど、ステムはトムソンの 70mm で若干上がってるタイプになります。で、ハンドルはシムワークスのカウカウバーというハンドルバーです。ライズが何ミリだったかな、10センチ弱ぐらい、10センチもないかな、7、8センチ持ち上がっていて、で若干後ろに曲がっていて、非常に持ちやすいハンドルです。あんまりハンドル位置低くすると前傾がきつくなるので、あんまりそうならないようにと思ってちょっと全体に持ち上げ気味にしました。で、コラムもそんなに切っていません。で、ヘッドパーツはケインクリックの40という、別に可もなく不可もないという感じの部品で組みました。で、ブレーキレバーはディオーレですね。非常にかっちりとしていて安いんですけど、よくできたブレーキレバーだと思います。で、シフトレバーもディオーレにしました。SLX とかもあるんですけど、値段が高いのと、インジゲーターも特に必要ないので、実質使い勝手とか性能は多分あんまり変わらないと思いますので、ディオーレにしました。非常に安かったです。で、ブレーキは前後ともディオーレの V ブレーキにしました。地味なんですけどよく効きます。非常にカチッとしていて、最近マウンテンバイクも私ももうディスクブレーキばっかりなんですけど、久しぶりに V ブレーキの自転車乗って非常に仕組みもシンプルですし、それでよく効くしね、なかなかやっぱりいいですね。で、フロントホイールは DT スイスの350っていうハブに DT スイスの RR511 というリムが組み合わせてあります。結構太いタイヤもね、はめることのできるチューブレスにもできるリムです。で、タイヤはパナレーサーのグラベルキングの 38C です。38C でクロスチェックは44とか42でしたっけ。結構太いのまでいけるんですけど、ちょっと迷いがあってもうちょっと太いのにしてムチッとした感じに仕上げようかっていうのもあったんですけど、軽さを重視してちょっと38ぐらいにしてみました。乗り心地もいいし、で乗った感じは非常に軽くてスーッて進みますので、なかなかいいバランスかなと勝手に感じています。地面の凸凹とかも全然気にならず結構走れます。で、あとグリップが、バンズと ODI のよくあるこのコラボのグリップで、なかなか握り心地もいいですし気に入っています。色も非常に気に入っています。フロント周りは以上です。で、真ん中あたりを見ていくと、サドルはこれね、非常に安い3000円ぐらいのギザプロダクトっていうところのサドルになります。よく有名なサドルがありますけど、それのレプリカというかジェネリックというかそんな感じのものです。安いんですけど質感も悪くないですし、ちょっと重いのかな。でも座った感じもいいですし、非常に気に入っています。いずれまたレザーサドルとかにしたいとは思うんですけど、レザーサドルも結構デリケートだったり
傷もねつきやすいですし、2万3万払って一発でね傷がガッて入ったら悲しいので、ちょっととりあえず安いので組んでみました。でシートポストは同じくトムソンです。ステムに合わせてみました。あんまり意味があるか分かんないんですけど、セットバックしたシートポストにしてあります。そして、下を見るとクランクがですね、クランクは GRX の610というグレードのものです。でスプロケというかギアは 40T になっています。でね、 BB がちょっとミスってシルバーにしちゃったんですけど、これも黒いのにしとけばよかったと思うんですけど、シマノの安い2,3000円の BB だったと思います。でペダルは三ヶ島のこれも安い1500円ぐらいのプラペダルです。安いんですけど、しっかりしてますし、回転も悪くないですし、軽いしね、リフレクターもついてるし、もう言うことないですね。街乗りは本当これでバッチリだと思います。全然滑りませんし、何の不満もありません。でプラスチックなので他のものに当たってもあんまり相手を痛めないっていうのもいいかなと思います。で最後リア周りなんですけど、リアは同じくブレーキはディオーレですね。でスプロ系カセットは、11枚ですね。11足のものです。で SLX のものだったと思います。でリアのディレラはディオーレですね。非常に安い部品で高級感もないんですけど、ものとしてはいい感じです。特にトラブルなくカチッカチッと気持ちよく変速が決まっていきます。でリアのホイールも同じく DT スイスの350っていうハブに511というリムがついています。使ってる部品は以上のような感じになります。ストレートちょっと短めの一文字ハンドルみたいにして、でもうちょっと太めのブロックタイヤとか履かせると本当に初期の頃のマウンテンバイクみたいな感じになるんで、いずれそんなのもやってみたいなとも思ってるんですが、とりあえず今回こんな感じで組んでみました。乗った感じは非常に乗りやすいですね。軽く、普段マウンテンバイクばっかり乗ってるんですけど、すごい、そんなのと比べると当たり前ですけど、むちゃくちゃ軽くてよく走ります。で坂もね全然苦もなく登れますし、でポジション的にも結構アップライズな感じで、それほど前傾もきつくない感じでね、楽に乗れます。ハンドル幅がねちょっと広いので歩道を走れないっていうのが若干今のところ気にはなってるんですけど、とりあえず車道を頑張って乗っています。で組み立ててみて特に難しいところはなかったんですけど、やっぱりヘッドパーツの圧入とか、あと何ですかね、 BB ねじ込むのとかもね、ネジのピッチが細いので狭いので斜めにならないように頑張ってミスらないように頑張りました。あとは特に難しいところはなかったんですけど、部品集めに時間がかかったりしてね、結構完成するまでに時間がかかりましたが、やっとね完成しました。キャリアつけたり子供乗せるやつつけたりしていろんな使い方しようと思ってるんですけど、またちょっと遠出もしてみたいと思いますので、その辺の動画も作りたいと思っています。で最後に、ちょっと気になるところではあるんですが、総額いくらぐらいかかったかというのをちょっと計算してみました。漏れてる細かいものもあるかもしれないんですけど、およそこんな感じになっています。パーツ代の合計が26万6500円で、今回買い足した工具も入れると27万5000円ぐらいって感じでしょうかね。もともと持ってたパーツなんかも使ってますので、単純におおよその値になるんですが、やっぱりフレームが9万円とか、ホイールとか、あとクランクとか万単位のパーツがいくつかあって、あとステムとかシートポストとかでしょうかね。ハンドルも高いですね。あとは細かい部品の積み上げていくとこんな感じになります。思ったより安いような気もしますけど、どうなんでしょうかね。自転車屋さんでこの内容で組んでもらうと、もうプラス5万とか10万とかするんでしょうか。ちょっとよくわかりませんが、およそ30万円ぐらいの自転車なのかなと思います。安いような高いような参考になるかどうかわかりませんが、こんな感じになるということで一応お伝えしておきます。という感じで10回にわたってクロスチェックを作っていく様を動画にしてお伝えしました。
チャンネル登録者ゼロからのスタートで、想像以上に大勢の方に見ていただいて登録もしていただいて本当に感謝しています。これからも楽しく自転車で遊ぶ動画を作っていきたいと思います。素人の作業なのであまり参考にしていただかない方がいいかとは思いますが、また見に来てください。今回もご視聴ありがとうございました。ではさようなら。